お送りください。おはようございます。スタンドバイミーオンラインのマットです。今日も皆さんと元気よく Fomc 見ていきたいと思います。いつもこのチャンネルの応援、いいね、ライク、シェア、本当にありがとうございます。朝なので声が出ていませんが行きましょう。東京時間で12月14日3時57分ですね。そしてニューヨーク時間午後1時57分、午後14時、2時からですね、パウエル、2時半からパウエル議長のですね、会見があります。その前にですね、あと2分後に FOMC 決定会合の金利政策が発表になります。こちらを受けて相場はどういうふうに動いていくか一緒に見ていきたいと思います。一応、相場、オプション市場としてはですね、利上げはしないということで、今は、よいしょ。確率としては、1% ちょっと利上げをする人たちがいるということで、ほぼ 98.2% は利上げなし、金利維持ということを見込んでいるようですね。声が聞こえているかどうか皆さん教えてくださいね。ありがとうございます。私の方はですね、ノートを今日も使ってですね、皆さんと一緒にこのね、来年の利下げの相場の予測、市場観測、こういったところをね、今日は皆さんと一緒に見てきてますね。利下げ予測がですね、結構、来年になってですね、6月ぐらいから急速に始まってですね、実際6回か5回か利下げがどっちになるかっていうのを市場関係者はかなり、勇み足で思っているということですね。私そこまで楽観的ではないんですが、これもそうですね。フェブラリーはまだですけど、3月から、利下げをどんどんするんじゃないかということで、予想がかなり皆さん、エクストリームな予想がいっぱいになってますけど、どうでしょうか。そこまで楽観していいのか一緒に見ていきましょう。はい、米国市場ですね、S&P 500は横ばい、ナスダックも横ばいですね、ダウジョーンズも横ばいですね。じゃあちょっとその辺、金利が動いてきますので、ドル円の方はですね、145円、だいぶ下がってきましたね。はい、これ秒足、下が4時間足ですね。動いているというところですね。小幅に下げてきた状況ですかね。4時間足、日足では下げ。で、今、1分足、1秒足では、ボラティリティが出てきますかね。はい。ちょっとですね、どれぐらいリアルタイムに皆さんにお伝えできるかわかりませんが、ちょっとそこで見ていきましょう。どうでしょうか？聞こえてらっしゃいますかね？はい。あかりさんおはようございます。CT さん、ユミコさん。はい。ありがとうございます。本田さん、稲森さん、パウパトさん、ピーチャーさん、おはようございます。はい。音声大丈夫ですかね？この音楽っていうんですかね。英語でなんか聞こえますかね？これ FRB のホームページなので、そちらの音が聞こえるかどうか教えてください。ナスダック動き始めましたね。上がり始めましたね。じゃあオープンですね。オープン。でん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 。でん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 。でん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 。ナスダックの方がですね、反応し始めてますね。今日は強いですね、テック。大型テックはそこまでじゃないんですけどね。プラス 1.74 ということで、ナスダックの方が結構上がってますね。じゃあちょっとですね、リアルタイムの指標は横目で見ながらやりますので。よいしょ。さあどうでしょうか。
Consumers are empowered to make sound financial decisions through the availability of easy-to-understand resources that explain personal finance concepts, the broader economy, and the Federal Reserve's role in it. Federal Reserve Education is committed to equipping educators, educating FOMC 市場通り金利据え置きですね。はい、ドットチャート、パウエル議長の会見がこの後ありますので、それを見ていきたいと思いますね、皆さんね。随時ですね、ステートメントが出たら、それの方出しますので。じゃあ一緒に皆さんとね、見ていきましょうね。Hi, I'm Ian, and I work for the Federal Reserve, the central bank of the United States. はい、声明の方を見ていきましょう。経済活動が四半期、第3第四半期好調なペースから鈍化していることを示唆している。認めましたね。雇用増加は年初から鈍化は依然として堅調。まあ雇用は強いですよね。まあ利上げをする理由を作っていくでしょうね。ナスダック上がってますね。じゃあドル円行きましょう。あ、ドル円下がってますね。140円25銭ということで、めちゃくちゃ急落してますね。非常に強い下げですね。じゃあ声で私の方読み上げますね。米国の銀行システムは健全な回復であります。そして家計企業の金融信用状態の逼迫は経済活動、雇用、インフレに重しとなる可能性が高い。これもね、金利を、利上げをしなくてもいい理由になりましたね。144円20銭ですね。非常にドル円動いてますね。皆さん、どうでしょうか。はい。ドットプロットね、注目ですよね。はい。よかったです。アンバーさん、森下さん、おはようございます。はい、本田正さんもよろしくお願いします。委員会はですね、2% のインフレ目標を目指していると。これは変わらない、維持すると。で、フェデラルファンドの目標レンジは、5ベーシスポイントから 5.25 ポイントをうわ、すっごいドル円下がってますね。いや、めっちゃ下がってますね。144円ですね。In addition, the Reserve banks act as the government's bank, providing services such as maintaining the Treasury Department's transaction account and issuing and redeeming U.S. ということですね、ドル買い円売りが進んでいる状況になりますね。そしてですね、委員会は、時間とともにインフレ率 2% に戻すと適切に考えられる追加の政策の強化の程度を決定する際、委員会は金融政策の累積的な引き締め、金融政策、経済活動、インフレに与える影響の時間の遅れ、経済的不平を考慮する。つまりですね、ディレイでこの金利の利上げが効いてくるということを認めているということですね。なので、実際には、結局9月から利上げ停止ってことになると、3回連続。そして、実質もう利上げなしってことになると思うので、あとは何ヶ月、我慢比べですよね。一般的にはいろんな、私セミナーでお伝えしたんですけど、8ヶ月から15ヶ月ぐらいが利下げのポイントになるんですね。なので、その時の経済活動によって、リセッションの深さによって、早めにやる場合は、一番早い時は5ヶ月だったんですけど、8ヶ月程度でやるということですね。5ヶ月っていうことは、実際には来年、年初からやるってことなんですけど、実際それはないとしても、8ヶ月ということであれば3月っていうのが確かにオプション市場が見込もうとする、そうですね、利下げのタイミングになるということで、12月、今回の FMC は、ほぼ 100% 予想通り利下げだと。そしてドル円がですね、144円、143円までいくかもしれないですね、これ。皆さん。スプレッドも開いてますね。はい。0.9 ぐらい開いてんで、これは行きそうですね。下に抜けそうですね。はい。今、ドル円、すごく動いてますね。そしてですね、昼間の話をするとですね、ちょっと見ながら皆さん見てほしいんですけど、トピックスが小幅なプラス、日経225はプラス 0.25。ただ引っ張ってるのは半導体だけですね。で、先物市場はですね、日経225はマイナス 0.39 ということで下がってますね。円高に触れてますので、143円に今向かってますので、日経先物の方はマイナス 0.39 下がっています。
そして今日昼間やられてたのはですね、鉱工業、パルプ、あとは石炭、石油、鉄鋼、非鉄金属、この辺がやられてましたね。あと海運が一番マイナスですね。マイナス 1.39 ということで、これもやられてましたということですね。はい。といった状況ですね。じゃあそれ以外に、金利の方も見ていきましょうかね。はい。金利の方、2年債の方下がってますね。4.569。そして10年債も下がってますね。4.101。これ、すごいですね。4.1 ポイント切りそうですね。そして、日本の10年債利回りの方もプラス 0.694 ということで、結構急激に下がってますね。なるほど。で、ドル円が144円20銭ということで、これも本当にもうチャートとしては綺麗な、私の方の X フォローいただければですね、その辺のドル円のお話もしていますね。ぜひ見てください。で、それ以外にですね、今、売られているのはですね、原油ですね。非常に原油が暴落してますね。あとシルバー、天然ガス、売られています。あとはソラナ、ガソリン、ゴールド、イサリアム。これがセンチメント的には非常に売られて、あとカッパーですね。マザーズはもう安定の下方向。で、ビットコイン、XRP も少し売られてますかね。アルミニウム、ポンド円。円買いですね。円買いの戻しになってる感じですかね。で、逆に、変わりすぎになっているのが、10年債利回りと、ポリゴン。あとは日経ですね。ちょっと高値圏だったってことですかね。あとはユーロドル、パラジウム、プラチナ、ダウ、S&P500、ナスダックが過熱圏で、かなりセンチメントとしては、直近7日間で 80% ダウ、S&P500、ナスダック買われている状況。あと人民元がすごく買われてますかね。ということで、センチメント的にはそういった状況になっていますね。はい、ステートメントの方に戻って話をしながら行きましょうかね。よいしょ。今ですね、S&P500 こういった形で、まちまちなんですけど、一時ですね、結構大型が売られていたんですが、NVIDIA、Apple、特に Apple の回復が強いですね。特に買われているところ見ていきましょうね。はい、イーライリリも戻ってますね。ダナハーも戻ってる。ネクストラエナジーも戻ってるということで、エネルギー、なんでしょうね。WTI も、公共事業ですかね。公共事業は上がってるということですね。で、あと P&G、消費財の方が戻ってますね。ネットフリックスプラス 3%、パラアルトネットワークスがプラス 4.29、オートディスクもプラス 1.51、マイクロン、半導体もプラス 1.79、ペイパル、プラス 1.79、オラクルプラス 1.54、ネットフリックス 3.14、はい。といったところですかね。はい。逆にやられてるところ見ましょうね。よいしょ。テスラですね。マイナス 1.44。アドビマイナス 1.21。そしてベライゾンマイナス 1.39。AT&T がマイナス 0.58。ファイザーなんですね。すごく売られてますね。マイナス 8.10。これはなんかあったんだと思います。そして、はい。リン。マイナス 4.01。でもそこまで大きな下げのがないですかね。そうですね。ということで、市場全体が上がってると言っていいんじゃないでしょうか。はい、日本の方はですね、昼間のこちら参考までにお見せすると、レーザーテックはですね、利確売りでマイナス 0.71、アドバンテスト、プラス 5.59、レナスプラス 3.50、そして東京エレクトロンプラス 4.71、そしてディスコ、ここに見えないんですけど、プラス 10% 近くいってますね。そして銀行はずっと買われてますね。1週間ずっと買われてる状態。商社関係は少し売られてる感じでしょうか。そして川崎汽船含めて、大型、公共関係とかは売られてる感じ。エネルギーインペックス売られてる、ファストリ売られてる、ニトリ売られてるということで、ただ明日ね、これ円高に触れてますので、ファストリ、ニトリ動くんじゃないでしょうか。はい。といった状況ですかね。145円23銭ということで、ドル円の方は動いている状況を見ましょう。よいしょ。ちょっと落ち着いてきましたね。はい。一旦、1円近く動いた後に、そこから少し戻しが来てますかね。買い戻しが入っている状況ですね。
ということでですね、まあ一応、ステートメント見るとですね、経済的インフレ考慮するということで、金融の発展、さらには、まあ、計画的に政府の機関の債券、モーゲージ担保の保有を引き続き削減する予定。まあ QT 続けるって言ってますね。インフレ目標 2% にはまだまだ遠いと言っていることで、まあそこはそんなにハト派になってないですかね。まあ前回とそこまでは変わってない状況でしょうか。はい。変わってないですね。オペレーション関係は変わってないですね。まあ、ドットプロットの中央値がどこまでいってるかっていうのが気になりますかね。ドル円下がってきましたね。144円112銭。下がってきてますね。もう一段下に来そうですね。144円11銭、13銭。結構、値動きが荒くなってましたね。一旦利確からもう一回、再エントリーって形ですかね。皆さん売りをかけてますね。まあオプション市場もね、かなり売りが込まれていましたので、まあ当然といえば当然ですね。じゃあですね、FOMC 金利政策3会合連続で据え置き、24年複数回利上げ予想ということですね。まあ複数回って言ってるのが、まあ6回は行き過ぎだけど5回なのかって話ですね。144円、06銭。はい、もう143円に行きますね。ちょっとなんかもうチャートを見た方がいい気がします。なんか、すいません。今日はニュースを見てる場合じゃないんじゃないかっていう。ちなみにですね、口頭で言いますね。PPI、11月前年比の伸びが 1% 割れでエネルギー価格が下落ということで、はい、生産者物価指数の方はですね、かなり、下げていますね。143円台来ましたね。はい。はい。私の方もですね、はい。ドル円のポジション、もちろん、ショート持ってますので、今、どんどんアラートがいっぱいになって、ちょっとうるさい状況です。ピンポンならないでくれと。どんどん、指し値が入ってる状況ですね。はい。利確の指し値がどんどん刺さって、ちょっとうるさい状態です。すいませんね。はい。はい、こんばんは。こんばんはじゃない、おはようございます。はい、南雲さん、おはようございます。なんてお読みすればいいですかね。メイさんおはようございます。トンさんおはようございます。すごい、こんな朝早くありがとうございます。皆さん。めちゃくちゃたくさんの方が来てくださってますね。ありがとうございます。はい、YouTube の方もおはようございます。今同時配信してますので、YouTube の方すいません。チャット欄ちょっと同時にはお見せできないんですけど。ありがとうございます。たくさんの方が来てくださってますね。はい。多分 X、Twitter の方だと思うんですけど、はじめまして、マットと言います。YouTube 登録お願いいたします。はい。ドル円の方がですね、143円96銭ということで、はい。また、下を目指している形ですかね。まあ、4時間足で見るとこんな形ですかね。一旦調整入ったんですけど、4時間足でやっぱり25日の平均線でぐっと下がってきたということで、もう安定の、はい。上値で戻り高値拾って、ショートっていう、まあ普通の動きをしているということで、ショート祭りが疲れますねというところですかね。まだ会見始まらないですかね。あと15分ですね。はい。今ですね、アメリカの方のセクターで見るとですね、公共セクターの方が結構強くなってますかね。はい。ダウジョーンズ、プラス圏ですかね。その中でも公共セクター、不動産がプラス 1.8、1.5 ということで、今日は強いですね。で、ラッセルの方はプラス 0.9 ということで、まずでしょうかね。上昇として大きいのはどこかというと、まあ、ビットコインですかね。ビットコインが、11月の14日から見るとプラス 14%。
ラッセルも強い。S&P500 も強い。ナスダックプラス 6%。1ヶ月で見るとそういう形ですかね。あとはポンドドルプラス 2.9 ということで、こちらもそうですね。ユーロドルの方はプラス 1.6 ということで、まずでしょうか。はい。といった状況ですね。はい。はい。私、ポストプライムというのをやっていまして、こちらで皆さんに発信しています。よろしければフォローしていただければ、いろんな配信をですね、皆さんにしていますので、ぜひ見ていってください。今やってるライブがこれですね。はい。たくさんの方が見てくださってます。ありがとうございます。あと10分ありますので、ちょっと皆さんといろいろじゃあ見ていきましょうかね。他のところを見ましょうか。動きを。よいしょ。コモディティですね。トムソンロイターのコモディティ指数はもう結構下がってますね。258ポイントまで下がってきまして、ゴールドは2020ドル上がってきましたね。そして天然ガスの方は下げ止まってないですね。2.354 ということでかなり暴落をずっとしています。そしてカッパーの方は、短期的には戻ってますね。3.825。そして大豆の方は横ばいですかね。そしてオイル。WTI 下がりましたね。60ドル台まで行きました。69ドルということで、これ、株式にとっては、グッドなポイント。そしてこれが両足の全部見てるんですけど、やっぱり、JP 円ですね。日本円が非常に143円、83円ということで下がってます。日経先物も下がっていますね。32,640 円ということで下がっています。そして S&P500 の先物は、よいしょ、ここですね。高いですね。4728。本当かな？すごいな。そして、ナスダック。こちらの方も 16,600 ポイントまで上がってきましたね。そして、ラッセルの方も強いですね。1926ということで、ラッセル強いのはいいですね。で、ダウもじわりじわりと上がって、37187ということで上がってますね。ビットコインは、ちょっと今、短期的には売られている状態。ゴールド買われてますね。はい、ゴールド買われているという状況ですね。はい。こちらの方、月足で見るとですね、2021年からの、長い目で見るとですね、ナスダックの回復が一番強いと。で、ゴールドの回復も強い。ラッセルは下値圏からようやくボトムから上に上がってきていると。ハイールド債の方は弱い。で、2年債の方はまだじわり上がってたといったところでしょうかね。で、4時間足の、為替見ていきましょう。ドル円の方が非常に急落してます。ポンド円の方も、円が買われてるんですね。急落ですね。ユーロ円も非常に強く、すごい下がってます。よいしょよいしょ。はい、4時間足ですが、非常に下がっている状況。で、5ドル円は横ばい。ユーロドルは、ユーロ買いですね。ドル売りユーロ買いになってますね。で、リラは下がってて、レアルは上がってて、メキシコペソは下がってますね。はい。ペソ円は今下がってる状況ですかね。でもちょっと、揉み合いっちゃ揉み合いですかね。4時間足で見ると、上髭をつけて、上に行くのか下に行くのかっていうのを試してる感じですかね。そして、この、2週間ですね、見ていきますと、指数で言うと、ファング TM がプラス 3% ということで非常に強いと。ナスダックのリバウンド 2.6%、今も上がってますね。まだぐっと上がってますね。ダウジョーンズ輸送株指数がプラス 1.86、こちらも上がっています。センセックスはプラス 1.6、ダックスドイツがプラス 0.82、そしてインドが、プラス 0.58、トピックスは、マイナス 0.21 で横ばいという状況ですね。よいしょ。はい。そしてですね、ナスダックとトピックスですね、グロース対バリューっていうことで見ると、ナスダックの方が量がしているということでかなり強く。で、ダウジョーンズ対トピックスもやっぱりダウジョーンズの方が強い。S&P500 とトピックスも、S&P500 の方が強いという状況ですね。今は大型グローステックに行ってますね。はい。じゃあ、ここからは、よいしょ、日経の方の4時間足見てきても、そうですね、上がってますね。上昇トレンドに来てますね。よいしょ。はい。ナスダックの方を見ていきましょう。プラス 2.10 ということで強い上げになってますね。お祭りですね。かなり強いお祭りになっています。すいません。ちょっと飲ませていただきます。ポストプライムの方はですね、1時間半で自動的に切れてしまいますので、パウエル議
さんの会見の途中で多分ブチンと切れますので、ご了承ください。初めから言っています。何のカウントダウンもなくですね、落ちるのが仕様になってますので。ナスダックがちょっと下がってきましたね。ずっと上げだったんですが、今ちょっとだけ下がっていますね。もみあけですね。はい。ということで CPI の方もですね、無事もうコンセンサス通りで通過ということで、コア CPI も含めて、順調に下落の方向に行っています。そして、トータルの総合を見てもですね、少し上がっていますが、もう普通 CPI ですね、いわゆる0.3 ポイントくらい上がるのは通常なので、これは普通かなといった形ですね。で、コア CPI はですね、ようやく、コロナ前のショックのところまでだいたい戻ったかなと、ほとんど変わらないですよね。前月比の上げ方っていうのは 0.2 ポイントから 0.3 ポイント。これもうほとんど同じなので、もう正常運転ですね。で、中身見ていくんですけど、マンストゥーマンスで見てもですね、上がってるのは輸送関係なんで、燃料とか飛行機とかそのあたりですね、と言ってる間にですね、チャートがガンガン上がっちゃうので、ちょっとあんまり説明ができないっていうのがちょっと残念ながら、皆さんにお伝えしたい内容いっぱいあるんですけど、今ナスダックがですね、プラス 2.16 ということで、強く上がってきているので、そこは見ていきましょう。それ以外にですね、バルチックドライコンテナ指数とか見ていくとですね、かなり下がってきてますよね。なんで、アロケーションの問題、いわゆる、輸送、混乱輸送っていうのはもうないかなと。そして CPI のですね、予想なんですが、こういった形で、来年の、7月ぐらいにはですね、3ポイント台から、場合によっては2ポイントに、シナリオとしてはつくんじゃないかっていうことを言ってますね。かなりちょっと、急激に下がる予想ですけど、そこまでは私はどうかなとは思ってますね。で、CPI の推計値と比べても、大体同じだったってことになりますね。これも同じですね。CPI のイヤートゥイヤーの推計値で、来年の、マーチ、からメイぐらい、5月ぐらいがおそらくイヤートゥイヤーでタッチするんじゃないかっていうことで、推計値ですね。推計値としては、下がってますね。ナスダックのボラティリティが上がってきましたね。皆さん、ハッスルしてますね。で、一番ですね、エネルギーが下がったことが CPI にとってすごく良かったということで、ガソリンの方のアベレージプライスが 3.18 ドルということで、1ガロンあたり非常に下がったということになりますね。あとですね、指標として出たのはですね、NFIB の中小企業楽観度指数の方を見ますと、だいぶ、織り込まれてはいるんですけど、下げ止まったかなということで、やっぱり中小企業はですね、まだまだ、そこまで、強く、いわゆる、住宅ローン金利もね、7.6% ですし、融資の方もかなり強い。で、カードローンの方もね、20% 近くあるということで、今は、中小企業は強気にはなれないといったところですかね。はい、ナスダックの方がですね、プラス 2.00 でちょっと下がってきましたね。ドル円見ましょうか。ドル円もやっぱり上がってきましたね。143円87銭。それでも、かなり値動きが荒くなってきましたね。一旦下げから下髭をつけてる感じですかね。これ下が、4時間足ですね。強い下落から一旦下げで、買い戻しが入ってる感じですかね。はい、YouTube の皆さんたくさんありがとうございます。見てください。さあ、FOMC。動いてますよ、皆さん。まだ始まらないですよね。あと5分ですかね。はい、あと5分なので。これだけの上昇って皆さんどうですかね。どこまで予想されてたか。ね。
リセッションインディケーターはですね、もうとっくに、下がってきてですね、ポッシビリティが非常に低いっていうことで、いわゆるソフトランディングを見込んでいるというのが今市場関係者ですね。なので、今までの過去のですね、データを見る限りで言うと、2008年後半から2009年っていうのは、リセッション確率、ポッシビリティが上がって、リセッションに入ってっていうことを繰り返したんですが、今はですね、かなり低い状態になってるんですね。で、社債の方のですね、クオリティのバイバックということで、企業の自社株買いの方がかなり今年も行われているっていうことで、これも、パーセンテージとしては、S&P500、2010年から見ると、クォーター4もかなり買っているという状況ですね。で、今、自社株買いはここに来てますね。実際には、500社に対して、80社が今もうバイバックできない状態なんですが、この黒のところがバイバックできるところということで、S&P500 としてはここから、来月の8日までですね、8日までにかけて非常に、自社株買いはまだできるという状況になってますので、これは市場関係者にとってみればプラスの燃料になると、上昇のトレンドに行きやすいということになりますね。あとはですね、ゴールドよく質問があるんですけど、やっぱり有事の時のゴールドっていうのもありますが、これから利下げに向かってきますので、なおさら注目されるということで、やっぱり、株価下落率に対してゴールド、その後反応するっていうことで、有事と株とゴールド、非常に、逆相関含めてありますので、で、今、ただ実際にですね、市場関係者は ETF 買ってないんですね。なんで個人の ETF は買われてないんですね。月ベースで見ると非常に、売り越しがずっと続いている状況なんですね。で、この紫のところがですね、実際の ETF の売り越しになりますね。なので ETF ではそこまで買われてないと。で、買ってるのは中国の個人の人とトルコの中央政府。これが買ってる状況ですね。それでゴールドが上がってると。あとは全体的に、やはりここからインフレに備えようっていう人たちも出てきてるってことですね。特にドルではなくって、ドルとか元ではなくって、ゴールドで抑えたいっていう方がいらっしゃるってことですね。で、中国の方の話で言うと、上海の方のカッパーの話で言うとですね、銅の在庫量はですね、かなり減ってるんですね。その在庫量減ってる中で、プレミアムの価格も上がらずに、どうやらもう少ない在庫のまましのごうと。で、ただ10月に入ってからですね、ちょっとだけやっぱり銅の在庫が増えたというのが気になりますよね。それもあってカッパ下がってるっていうのがこうですね。在庫が増えて、銅価格も下がって、ただですね、上海の銅の在庫なんかここまで下がってるので、もう上がってもいいはずなんですけど、やっぱり需要が弱いっていう証拠ですね。はい、ドル円の方がですね、上がってきましたね。143円80銭ということで、はい、押し安値を狙って買いが入ってる状況でしょうか。ファイブ議長の会見が始まりますね。じゃあ、ちょっと準備させてください。間に合うか。間に合ってくれ。間に合ってくれ。どうでしょう。はい、間に合った。はい、声がガラガラですいません。朝から。出ました。世界を動かす。サノスです、サノス。サノスが来ました。Good afternoon. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. As we approach the end of the year, it's natural to look back on the progress that has been made toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs, and this has come without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. As we look ahead to next year, I want to assure the American people that we're fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability
is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. Our actions have moved our policy rate well into restrictive territory, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening likely have not yet been felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has slowed substantially from the outsized pace seen in the third quarter. Even so, GDP is on track to expand around 2.5% for the year as a whole, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. After picking up somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 204,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth appears to be easing, and job vacancies have declined. Although the jobs-to-workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises somewhat from 3.8% at the end of this year to 4.1% at the end of next year. Inflation has eased over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Based on the Consumer Price Index and other data, we estimate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in November, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.1%. The lower inflation readings over the past several months are welcome, but we will need to see further evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. As is evident from the SEP, we anticipate that the process of getting inflation all the way to 2% will take some time. The median projection in the SEP is 2.8% this year, falls to 2.4% next year, and reaches 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion.
Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. While we believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. We are prepared to tighten policy further if appropriate. We're committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an 来 appropriate 年 path for the federal 0.75 ポイン funds トの rate 利下げ見 based 込ん on でま what すね。 each ハ participant ト派で judges す to be ね the。most likely scenario going forward. While participants do not view it as likely to be appropriate to raise interest, neither do they want to take the possibility off the table. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9% at the end of 2026, still above the median longer-term rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. In light of the uncertainties and risks and how far we have come, the committee is proceeding carefully. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. 10年債が 4.05 ポイントまで下がりました。2年債が 4.51% 下がってますね。The committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. ハト派ですかね。結構認めましたね。How should we interpret the addition of the word any before additional firming in the statement? I mean, does that mean that you're pretty much done with rate hikes and the committee has shifted away from a tightening bias and toward a more neutral stance? Thank you. So, specifically on any, we do say that in determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate, so any additional policy firming, that sentence. So we added the word any as an acknowledgement that we believe that we are likely at or near the peak rate for this cycle. Participants didn't write down additional hikes that we believe are likely, so that's what we wrote down. But participants also didn't want to take the possibility of further hikes off the table. So that's really what we were thinking. Mr. Chairman, the microphone, sorry. Steve Leisman, CNBC. Happy holidays, Mr. Chairman. Fed Governor Chris Waller said that if inflation continues to fall, then the Fed in the next several months could be cutting interest rates. I wonder if you could comment on whether you agree with Fed Governor Waller on that the Fed would become more restrictive if it didn't cut rates if inflation fell. Thank you, sir. So, of course, I don't comment on any other officials, even those who work at the Fed. But I'll try to answer your question more broadly. すみません、バフェットさんですね。日本語字幕ができなかったみたいですね。The first question is how fast to move, and we moved very fast. The second question is, really how high to raise the policy rate, and that's really the question that we're still on here. We're very focused on that. As I mentioned,
people generally think that we're at or near that, and think it's not likely that we will hike, although they don't take that possibility off the table. So that's when you get to that question, and that's your answer. There's a natural 利下げっていう言葉を言わしたいんですけど、ポッシビリティとか、テーブルに乗っただけだって言ってますね。dialing back the amount of policy restraint that's in place. So that's really the next question, and that's what people are thinking about and talking about. And I would just say this: we are seeing, strong growth that appears to be moderating. We're seeing a labor market that is coming back into balance by so many measures, and we're seeing inflation making real progress. These are the things we've been wanting to see. We can't know. We still have a ways to go. No one is declaring victory. That would be premature. And we can't be guaranteed of this progress. So we're moving carefully in making that assessment of whether. 保証はできないからって言ってですね、労働が強いって言ってますよね。3つの労働も強いし、インフレーションが強かったら、やっぱりダメだって言ってますよね。だからテーブルに利下げっていう言葉は絶対言えないんで、その言葉を言わずにテーブルに乗せてるっていう言い方をしていますね。カットレイトって言った瞬間にね、株価暴騰ですからね。So it comes up in this way today. Everybody wrote down an SEP forecast, so many people mentioned what their rate forecast was. And there was no back and forth, no attempt to sort of reach agreement, like this is what I wrote down, this is what I think, that kind of thing. And a preliminary kind of a discussion like that. Not everybody did that, but many people did. And I would say there's a general expectation that this will be a topic for us looking ahead. That's really what happened in today's meeting. I can't do the head count for you in real time, but that's generally what happened today. Rachel? Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. At this point, can you confidently say that the economy has avoided a recession and isn't heading for one now? And if the answer is no, I'm curious about what you'd still be looking for. リセッションするかってイエスって言わしたいのか。There's little basis for thinking that the economy is in a recession now. めちゃくちゃ10年債で 4.31 ですよ。下がってますよ。いろんな可能性があるって言ってますよね。それしか言えないですよね。答えられるわけないのに。143銭、142円いきますね。So it's a possibility here. I have always felt since the beginning that there was a possibility because of the unusual situation that the economy could cool off in a way that enabled inflation to come down without the kind of large job losses that have often been associated with high inflation and tightening cycles. So far, that's what we're seeing. That's what many forecasters on and off the committee are seeing. This result is not guaranteed. It is far too early to declare. ドル円のすいません、利確のがどんどん刺さっちゃうんで。It's certainly possible that the economy will behave in an unexpected way. It has done that repeatedly through in the post-pandemic period. Nonetheless, where we are is we see the things that I mentioned. I'm curious if you're looking back on the past year, you talked about navigating by the stars under cloudy skies. Can you talk about some of the ways in which the economy surprised you most this year, where you thought it would behave in one way and had to pivot to respond? Thanks. So I think forecasters generally, if you go back a year, were very broadly forecasting a recession for this year, for 2023. And not only did that not happen, that includes Fed forecasters and really essentially all forecasters, a very high proportion of forecasters were expecting very weak growth or a recession. Not only did that not happen, we actually had a very strong year. And that was a combination of strong demand, but also real gains on the supply side. So this was the year when labor force participation picked up, where immigration picked up, where移民と労働者ですね、働き手、一番24歳から40歳の働き手がおそらくいっぱいいるっていうことだから、かなりリセッション確率が弱いっていう言い方をしてますよね。Strong demand, and we got what looks like a 2.5% plus or a little more than that growth year at a time when potential growth this year might have been higher than that. 2.3% の GDP のグロース成長を見込んでるから、まあそこまでじゃないって言ってますね。リセッション確率が弱いって言ってますよね。ドル円が上がってますね、143円。20銭ということで、
143円で刺さって、私も利確がいっぱい走ってるんです。今度リバウンドしてますね。It didn't really happen. We're still at 3.7%. So we've seen, strong growth, still a tight labor market, but one that's coming back into balance with support from the supply side, a greater supply of labor. It's that's what we see, and that I think that combination was not anticipated broadly. YouTube の皆さんもありがとうございます。すいません。あんま声入れないようにしてます。Give a little more color or detail on what motivates the lower rates next year. Whether it's a coincidence, for example, that the spread between PCE inflation, core inflation, and the federal funds rate stays constant over the year. Are you simply calibrating against the fall in prices, in the price level that you're in the rate of inflation that you're expecting, as opposed to supporting the economy? Nothing quite that mechanical is happening. The SEP really is a bottoms up, built from the bottom up, right? So I think people are looking at what's happening in the economy, and I think if you look at the big difference from September in the SEP, the expectations for inflation this year, both headline and core, have come down, really significantly in 3 months. That's a big piece of this. At the same time, growth is turned out to be very strong in the third quarter, is slowing, we believe, as appropriate. And we've had several labor market reports which suggest, again, significant progress toward greater balance across a broad range of indicators. You're seeing so many of the indicators coming back to normal, not all of them. But so I think that people look at that and they write down each individual writes down a forecast and a rate forecast that goes with that forecast. We tabulate them and publish it. And so it isn't, you ask about real rates, I take it, that is something that we're very conscious of and aware of and monitor, and it's certainly a big part of, it's a part of how we think about things, but really it's broader financial conditions that matter, and as you well know, it's so hard to know exactly, what the real rate is or exactly how tight policy is at any given time. So you couldn't follow that like it was a rule and think that you would get the right answer all the time, but it's certainly something that we're focused on. And indeed, if you look at the projections, I think the expectation would be that the real rate is declining as we move forward. It sounds like the discussion over, if I could follow up, has already kind of begun. I'm wondering, just related to Steve's question, how the tactics of this play out, given the slowing of inflation and the fact that the deeper you get into 2024, the closer you get to a presidential election. Do you want to front load this, in other words? Yeah, no, we don't think about political events. We don't think about politics. We think about what's the right thing to do for the economy. The minute we start thinking about those things, we just can't do that. We have to think, what's the right thing? We'll do the things that we think are right for the economy at the time when we think is the right time. That's what we'll always do. So I mentioned we're moving carefully. One of the things we're moving carefully about is that decision over, that assessment really over PCE の来年の予想、9月の時点で 2.5 から 2.6 ポイントですね。彼らは見てるのは。12月で 2.3% まで下がるって言ってますね。The possibility of a rate hike off the table. Nonetheless, it's not the base case anymore, obviously, as it was, 60, 90 days ago. So that's how we're approaching things. And as I mentioned, we wrote down this SEP, and it talks about people have individual assessments of when it will be appropriate to start to dial back on the tight policy we have in place. And that's a discussion we'll be having going forward, but that's another assessment that we're going to make very carefully. So as time goes forward. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, you argued over the last year that policy tightening started before you actually lifted off because the market anticipated your moves and tightened on your behalf. The market is now easing policy on your behalf by anticipating a funds rate by next September that's a full point below the current level with cuts beginning around March. Is this something that you are broadly comfortable with? 5月の利下げが妥当かと言ってますね。So this last year has been remarkable for the
sort of seesaw thing back and forth we've had over the course of the year of markets moving away and moving back and that kind of thing. So what I would just say is that we focus on what we have to do and how we need to use our tools to achieve our goals. And that's what we really focus on. And people are going to have different forecasts about the economy, and those are going to show up in market conditions, or they won't, but in any case, we have to do what we think is right. And, in the long run, it's important that financial conditions become aligned or are aligned with what we're trying to accomplish. And in the long run, they will be, of course, because we will do what it takes to get to our goals. And ultimately, that will mean that financial conditions will come along. But in the meantime, there can be back and forth, and I'm just focused on what's the right thing for us to do, and my colleagues are focused on that too. 苦しいですね。金融市場は動くから。Do you believe we're at the point where inflation is coming down credibly? Listen, I welcome the progress. I think it's really good to see the progress that we're making. I think if you look at the 6-month measures, you see very low numbers. かなり下がってるからもういいんじゃないかって言ってますね。Well above 2%. You're actually above 3% on core through November at PCE. That isn't to say I'm not calling into question the progress. It's great. We just need to see more. We need to see continued further progress toward getting back to 来年の1月3月のコア PCE が見たいと。5月カットレートなんてとても言えませんと。言ったら冒頭ですからね、株式が。ナスダックがプラス 2.49 ですね。S&P500 がプラス 1.15。ダウがプラス 1.05。ラッセル強いですね。プラス 3.75 ですよ、皆さん。めちゃくちゃ強いですね。I think it's fair to say there is a lot of uncertainty about going forward. We've seen the economy move in surprising directions, so we're just going to need to see more further progress. フィラデルフィア半導体指数のが 1.3 ポイントですね。New York Times. Thanks for taking our questions. ラッセルが強い。In the SEP from today, growth is notably below potential in 2024. If growth were to surprise us again in the way that it has for years now by being stronger than expected next year, would it still be possible to cut rates? Or put another way, is below trend growth necessary to cut rates, or would continued progress on inflation alone be sufficient? So we'll look at the totality of the data. Growth is one thing. So is inflation, so is labor market data. So we'd look at the total as we ちょうどもう1時間経ってますね。はい、おはようございます。皆さんありがとうございます。たくさんの方が、ポストプライム YouTube の方ありがとうございます。そろそろですね、時間がいい感じになってきたので、もう眠いんじゃないでしょうか、皆さん。That'll be good for people. That'll be good for the labor market. It might actually mean that it takes a little longer to get inflation down to 2%. すいませんね、長いんですよ、いつも。But if we see stronger growth, we will set policy according to what we actually see, and so that's how I would answer. I guess the question I'm asking, if you don't mind a quick follow-up, I guess the question I'm asking is above trend growth itself a problem? It's only a problem it's not itself a problem. It's only a problem insofar as it makes it more difficult for us to achieve our goals. And if you have growth that's robust, what that will mean is probably will keep the labor market very strong. It probably will place some upward pressure on inflation. That could mean that it takes longer to 労働市場とね、消費者物価指数が高いから、長く続いてしまうって言ってますよね。これラッセルですね。Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you interpret the state of the labor market right now? And in particular, you've referred even today to evidence that it's coming into better balance. What would you need to see to conclude that it has reached that balance? So on the better balance side, just a lot of things. It's you see job growth still strong, but moving back down to more sustainable levels given population growth and labor force participation. The things that are not quite, but let me go on with that list. Claims are low. If you look at surveys of businesses, they're sort of the era of this frantic labor shortage are behind us, and they're seeing
a shortage of labor is being significantly alleviated. If you look at shortages of workers, whereas they thought job availability was the highest it had ever been or close to it, that's now down to more normal levels by so many measures: participation, unemployment, so many measures, the unemployment, job openings, quits, all of those things. So wages are still running a bit above what would be consistent with 2% inflation over a long period of time. They've been gradually cooling off, but if wages are running around 4%, that's still a bit above, I would say. And I guess there are just a couple of other. The unemployment rate is very, very low, and these are. But I would just say overall, the development of the labor market has been very positive. It's been a good time for workers to find jobs and get solid wage increases. 労働市場通から賃金は上がっちゃうかもしれないっていうことを言ってますね。I'd say the mood among economists at the moment seems to be one of cautious optimism, which is somewhat corroborated by your forecast, by this sense that we are going to have a soft landing. Yeah, when we hear from the general public, there's a lot of discord about economic conditions. イギリス人の方ですかね。 What do you think explains this disconnect, and does it matter for policymakers? It may be. A common theme is that while inflation is coming down, and that's very good news, the price level is not coming down. Prices of some goods and services are coming down, but overall, in the aggregate, the price level is not good. So people are still living with high prices, and that is something that people don't like. And what will happen with that is wages are now real wages are now positive, so that wages are now moving up more than inflation as inflation comes down. ビットコインが42,000円。 That might help improve the mood of people, but we ゴー do ルドが see those 2020ドル、29 public ドル。 opinion surveys. The thing that we can do ラッセル上がってます is ね。 to do our 1957。 jobs, which is to use our tools to ダ foster ウジョーンズ輸送株も上が price ってま stability, す。 which has such ど great れも上がって benefits きま over したね。ま such た long periods of 143 time, 円、 which is 20 the thing 銭 that。really enables us 日 to 経平均、 work 日 for 経 and 先物 achieve an 32,770 extended 円。 period of high employment, which is so beneficial for families and companies around the country. Victoria? Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, on the flip side of if things start to deteriorate rapidly, if we do fall into a recession, if we do start to see unemployment rise at sort of the levels of inflation that we're seeing now, how would you all think about that in terms of rate cuts? Would that be a sign that you've done your job 天然が demand-wise? 下がってますね。2.3 ドル。 Sorry, If the economy looks like it's starting to fall into recession, if the jobless rate starts to rise. 失業率上がったらどうするのかって言ってますね。 Obviously, we're hoping to see something very 今日指 different. 数が 12.2 ポイント低 Continuation い of で what す we ね have。seen, which is ナスダックの方、今日指数が the 15 labor ポイント低いですね。 coming into better balance without a significant increase in unemployment. ビットコイン上がってます Inflation ね。 coming down without a significant increase in unemployment, and growth moderating without a significant increase in unemployment. That's what we're trying very much to achieve, and not something we're looking to see. But would you take that as a signal that you should cut rates? Obviously, what we'll do is we'll look at the totality. 利下げのポイントになってるかって言ってますね。失業率が 4.1 ポイントとか 4.2 ポイントになったら自動的に下げるのかって言ってますね。 You can describe a situation 言うわ like けない that のに where ね、そんなこと。 if it were the beginning of a 言ったら recession 怖 or いですよ something ね。 like that, then yes, that would certainly weigh heavily. いつも笑っちゃいますよね、この掛け合い。なんか、吉本の漫才みたいですよね。絶対答えないのに答え出せるみたいな。 Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. Mr. Chairman, you were, by your own admission, behind the curve in starting to raise rates to fight inflation. And you said earlier, again, the full effects of our tightening cycle have not yet been はい、 felt. だいぶ長くなってきましたね。 How will you お decide 疲れ様です、皆さ when to cut rates, and how will ん。 you はい、K パーソ ensure ン。 you're not こん behind ばん the は、 curve こんに there? ちはじゃないや、おはようございますですね。すいません。 So 朝早くから皆さんありがとうございます。 we're aware of the risk that we would, YouTube の方もたくさんありがとうございます。 we know that that's a risk. ぜひ皆さん YouTube の登録お願いします。 Very focused on not あと X もやってます。ポストプライムっていうのもやってま we do regard す。 the two, we've come back into a better balance between the risk of overdoing it and the risk of underdoing it. Not only that,
we were able to focus hard on the price stability mandate. ヌビディアがプラス 1.58% ですね。マイクロソフトは小幅の動き、マイナス 0.06。アップルが強いですね。プラス 1.6% で、RSI の変わりすぎの水準の、シグナル出てるんですけどね。あとマスマイクロテクノロジーは、プラス 0.71、インテルプラス 1.19、アマゾンがプラス 0.81。はい、ファング TM もまた久しぶりに買われてますかね。アカディアファーデマティカルが一番上がってるんですけど、32% 上がってますね。A&B が 2.2 ポイント上がってますね。いいチャートになってきましたね、A&B は。はい、それ以外は、全体的に上がってますね。コフィレントも 5% 上がってますね。セルシウスプラス 4.2 ポイント。ドラフトキングスプラス 2.6 ポイント。一番はこれでしょうね。ELF ビューティーインク 6.81。これ強いですね。面白い。MongoDB はボトムを打ったんでしょうか。ああ、そうっすね。下髭つけてますもんね。パロアドネットワークプラス 3.17、変わりすぎ水準出てきましたね。サービスナウプラス 0.45、こちらも変わりすぎの水準出てきました。I guess 2013. The answer is these are things that we haven't really worked out yet. We're sort of just at the beginning of that discussion. アンコさんおはようございます。星子さんおはようございます。Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So if the Fed cuts rates, as the dot plot is showing, about 75 basis points, does that signal that there's a belief of weakness next year in the economy? 2025年がリセッションになるか、イエスって言わしたいんですね。First of all, let me just say, that isn't a plan. That's just accumulating what people wrote down. So that's not something, you know this, but allow me to say it again. We don't debate or discuss what the right, whose SEP is right. We just say what they are and we tabulate them and publish them. So it's, it's important for people to know that. But it wouldn't need to be a sign of, it could just be a sign that the economy is normalizing and it doesn't need the tight policy. It depends on the economy can evolve in many different ways, right? So, but it could be more what I just described. 平常化になるっていう言い方に逃げてますね。How sticky is core inflation right now? どれぐらい粘り強いコアインフレーションが張り付くかって思ってます。We've seen real progress in core inflation. It has been sticky, and famously, the service sector is thought to be stickier. But we've actually seen reasonable progress in non-housing services. まあ、リーズナブルプライスって言ってるんで、まあ、徐々に下がってるから、ローンとサービス賃金ですよね。Goods, housing services, non-housing services, they're all contributing at different levels, meeting by meeting, or rather report by report. So, yeah. Okay, let's go to Katerina. Katerina Saraiva, Bloomberg News. Thanks for taking our questions. I just wanted to ask a little bit about, we had some pretty positive data this morning and yesterday. I'm assuming those were not incorporated into the forecasts we see today. But I just wanted to ask, how that kind of adds to your thinking, on the inflation outlook. Right. So we got CPI the morning of the first day, and we got PPI the next day, which informs the translation into PCE. So it's very, very late in the game, but nonetheless, participants are allowed to encourage to update their S&P forecasts until probably mid-morning today. After that, so staff has to accumulate all of that and create the documents that you see. So until about mid-morning, maybe late morning, it's okay to update. And I believe some people did update their forecasts based on what we saw today. You see, how are you, when you think about, 午前中の途中で出たけど、まあ問題ないだろうっていう確認をしたって。絶対データ持ってますけどね、この人たち初めから。how do you think about the economy we're in now, kind of post-pandemic? Do you think that there's been significant structural shifts, and is that going to change how you look at a rate cut path? The question of whether there have been fundamental structural shifts is
really hard to know the answer, and a very interesting one right now. The one that would affect, one that comes to mind, though, is just the question of where the neutral rate of interest is. And so, for example, if it's risen, and I'm not saying that it has, but if it were to have risen, that would mean that interest rates would need to be a little bit higher to convey the same level of restriction. The thing is, we're not really going to know that. You know, people will be writing papers about that 10 years from now and still fighting about it. So it's just that it's going to be uncertain. So we're going to be making policy in this, you know, difficult, uncertain, really unprecedented environment. Someone once said that you know the natural rate of interest by its works, and that's really right. But that's very difficult because policy operates with a lag. So it's one of the reasons why we slowed down this year. We started slowing down at this meeting last year, reducing the pace at which we were adding restriction. And over the course of this year, we really slowed down a lot to give those lags time to work. In terms of demand, has demand shifted more away from services into goods? You can make a case for that the shift back into services has not been complete, and it doesn't look like it's ongoing, but I don't know if that's right. Maybe people just bought so much stuff that they temporarily don't want any more stuff. They haven't got any place to put it. Let's go to Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said back in July that you needed to start cutting rates before getting to 2% inflation. As you mentioned, PCE inflation is now running at 3.5% on core. On a 6-month annual basis, core PCE is running at 2.5%. Though when you look at super core and shelter, they are, of course, stickier. So in looking at the different components of the data, how much closer do you have to get to 2% before you consider cutting rates? どれぐらい近づいてるか、 the reason you wouldn't wait to get to 2% to cut rates is that policy would be too late. I mean, you'd want to be reducing restriction on the economy well before 2% because before you get to 2%, so you don't overshoot. If we think of restrictive policy as weighing on economic activity, you know, it takes a while for policy to get into the economy, affect economic activity, and affect inflation. So I can't give you a precise answer, but if you look at what's in the SEP, and you know, I think you'll see a reasonable estimate of the time lags and things like that it would take. Do you think below 3% would be reasonable? I wouldn't want to identify any one precise point because I would be able to look back then and probably find out that it turned out not to be right. But we'll be looking at it and looking at the broad collection of factors. Hi, Chair Powell, Jean Young with Market News. Wanted to go back to the stickiness of inflation question. Over the past couple of years, a lot of central bankers have talked about the more difficult last mile of getting inflation back down to 2%. Yet it's also been surprising how fast inflation has come down this year. I'm curious, do you think something has changed in our understanding of inflation? Or do you subscribe to this notion still, or is it something different about the U.S. economy? Thank you. I think this, you know, we felt since the beginning that it would be a combination of two factors. The first factor is just the unwinding of what happened in the pandemic, the distortions to supply and demand. And the second thing would be our policy, which was weighing on aggregate demand and actually making it easier for the supply side to recover because of lower demand. We thought those two things were going to be necessary. Sorry, say the last part of your question again. If there was something different about the U.S. economy. Yeah, so it's not that it may or may not be about the U.S. economy being different. I think that this inflation was not the classic demand overload, pot boiling over kind of inflation that we think about. It was a combination of very strong demand, without question, and unusual supply side restrictions, both on the goods side but also on the labor side, because we had a participation shock. So this is just very unusual. And, you know, we had the view, my colleagues and I broadly had the view that we could get a lot of, you know, you had essentially a vertical supply curve because you ran into the limits of capacity at very low levels because there weren't workers
FOMC のメンバーのですね、政策金利の見通しがですね、0.75 利下げが中央値になっているというところですね。事前の予想では 0.5 しか下げないので、まあ2回だけ。来年の、例えば、9月と12月、11月と12月だったのが、3回ってなってくるとですね、やっぱ9月、場合によってはその前の早い7月、オプション市場で言えばもっと前、3月、5月、まあそういったところもなってるんじゃないかっていうことで、今回、3月のドットプロットからですね、利下げの見通しが下がったと、多く利下げするってことになりましたね、中央値がね。そうですね、前回までは4人の方が 5% 前後、だから1回か2回っていう方が多かったんですけど、今回は4.5 から 4.75 ということで。Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Megan Casella with Barron's. I want to ask about the balance sheet, given the Fed's focus now on proceeding carefully and considering rate cuts. And can you talk us through what the latest thinking is, and has there been any consideration of altering the pace of quantitative tightening at all? We're not talking about altering the pace of QT right now, just to get that out of the way. So balance sheet seems to be working pretty much as expected. What we've been seeing is, that we're allowing runoff each month. That's adding up. I think we're close to 1.2 trillion now. That's showing up. The reverse repo facility has been coming down quickly, and reserves have been either moving up or, as a result, or holding steady. At a certain point, there won't be any more to come out of, but there'll be a level where the reverse repo facility ということでですね、多 levels 分 out. あと5分か10分でブチッと切れてしまうので、どこかで会計の途中ですが、私の方は一旦終わらせていただきます。皆さんありがとうございました。Reduce our securities holders until we judge that the quantity of reserve balances has reached a level somewhat above that consistent with ample reserves. And we also intend to slow and then stop the decline in size of the balance sheet when reserve balances are somewhat above the level judged to be consistent with ample reserves. We're not at those levels. With reserves close to $3.5 trillion. We don't think we're at those reserves. There isn't a lot of evidence of that. We're watching it carefully, and so far it's working pretty much as expected. We think. Adjusting that thinking at all by the time you're considering or moving forward with rate cuts? Is that time to rethink, or are you still going to follow that thinking? So I think they're on independent tracks. So you're asking though the question. I guess you're implying the question of can you continue with QT at such time, QT, which is a tightening action, at such time. ドル円が142円89銭まで戻ってますね。And the answer is it depends on the 下冷えを4時間足レベルで言うとつけ始めましたね。That's one thing. If you're cutting them because the economy is really weak. 私の方は全部利確の刺さってしまったので見てみます。Thanks very much. ということで終わりました。ありがとうございました。じゃあもうこれ切れますので、まとめるとですね、ドットプロットですね。先ほど見たドットプロットの予想がですね、中央値が変わって、利下げ回数が増えたということで、市場関係者はポジティブに捉えて、S&P500、ナスダックともに上がっているという状況ですね。じゃあちょっと最後、ヒートマップ等を見て終わりにしましょう。こういった状況ですね。NVIDIA、Apple、このあたりが強く上がっているということで、米国市場非常に強く、いいポジティブなサプライズになったんじゃないかなと思います。ということで皆さん、長い時間ありがとうございました。もうそろそろですね、時間切れちゃうと思いますので、これで終わりたいと思います。はい、ドル円の方がですね、また戻ってきてますけど、一時はですね、142円台までつけました。S&P500、ナスダック、特にですね、ナスダックが強い上昇だというのがはっきり見て取れます。いわゆるリスクオンですよね。そしてビッグ指数、恐怖指数はですね、12ポイント下がってます。そして、
ナスダックの方の指数は15ポイントということで、こっちも下がってますね。で、金利の方も下がってますね、もちろん。ということで、だいぶ株式にとってはいい状況になってますね。で、10年債の方もですね、こういった形で、もう 4.04 ポイントということで、3ポイント台に近づいてますね。すごいですね。利下げを猛烈に織り込んでますね。そして2年債の方も 4.43%。ドル円の方は142円までまた下がってきましたね。ということで、はい、円高、株高という状況で、明日の日経がね、ちょっと気にはなりますよね。どんな感じに、先物市場だけでもちょっと見ましょうかね。日経の先物市場を見ていきましょうかね。あと、ゴールド上がってますよ、皆さん。2032ドルということで上がってますので、ここはお見逃しなくですかね。先物。出てこい、先物。日経フューチャー。ゴールド上がってますね。ビットコインも上がってますね。プラス 2.87% ということで今日上がってますね。日経は32,870 円ということで、プラス 0.12 ということで、小幅な動きですかね。ちょっともう15分足に直しますね。こういった形で、はい、小幅な動きで、まあ、米国の株式指数が上がってるので、まあ、それにつられて上がってるのかな。ただ、円高も進んでますので、気をつけていきましょうね。はい、ということで今日はですね、たくさんの方見ていただきありがとうございました。こんな朝早く、私の方、全然未だに声出てないんですけど、皆さんこれから休んでください。まあもうこれから出かけるよ、散歩するよって人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、また明日というか今日か。今日の夜、またポストプライムで発信、ライブをします。そして公式 MC もしますので、ぜひそちらにお立ち寄りください。Have a good day!